ー、よっしゃいった、うっしゃー、よしきたー、あー、いいサイズ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 、よっ入ったー、出たこれがね春の親イカエギング。皆さんこんにちは、六畳一間の狼スーこと鈴木隆久です。今回ね春ということで、皆さん春と言ったらどんな釣りを思い浮かべますか？様々ね楽しい釣りたくさんあるんですけども、中でも夢があるのが春のアオリイカじゃないですか。親イカと言われるめちゃめちゃでかいやつがね。で今回なんとですね、バリバスさんからエギング専用の P ライン、エギングマックスパワー PEX9、 こちらが新製品で出るということなんで、こちらの P ライン使ってエギング楽しんでいこうと思います。よろしくお願いします。僕がエギングのラインに求める一番の性能って視認性なんですよ。やっぱね、糸で取れる当たりってめちゃめちゃ多くて、なんなら糸じゃないと取れない当たりってたくさんあるんですよね。でそれはねやっぱ見えないと取れないんで、やっぱり視認性ってのはすごく大事です。でこのね、エギングマックスパワー PX9 は白ベースなんで、もうどんな状況でも見やすいです。今みたいに日中であったり、朝間詰め夕間詰めの空がオレンジのタイミングであっても白はめちゃめちゃ見やすい。なんなら夜常夜灯の明かりでも見えるぐらい視認性がいいラインです。しかもこのねフォーリングバイトマーカーっていうこうピンクを紫色でサンドしたこのマーカーがねこう等間隔で入ってるんですけど、このマーカーがあることによって糸がどれぐらい引き込まれてるかとか、ちょっとしたこうツンっていうような引っ張られるようなね当たりだったりもすごい見やすくなってるんで、この白とこのフォーリングバイトマーカーの組み合わせがマジで抜群に見やすい。これはね取れる当たり絶対増えるはず。イカはねこうガンガン潮が効いてる時っていうよりも潮止まり前後の方が、特に春の場合は当たりが出ること多いんで、満潮の上げ止まり直前とかは結構集中してた方がいい。春の産卵のために接岸してくるイカの行動パターンが変わるのが大潮なんですよね。でその行動パターンが変わる直前の大潮前の中潮っていうのは、産卵場所にイカがこう刺してくるんだけどまだ捕食モードになっているというか、捕食するタイミングで大潮になってより産卵にこう意識がぐっと向くんで釣りにくくなるんですよ。でその前のね大潮前の中潮っていうのはめちゃめちゃ釣りやすい。このねエギングマックスパワー PX9 の大きな特徴の一つに超高感度ってあるんですよ。超高感度超低深度なんですけど、 3% 台の超低深度、めちゃめちゃ飲みにくい P ラインになってます。その理由が9本編みで真ん中に1本芯が入ってて、その周り8本の糸がこう編まれているっていう構造なんですけど、でさらにそのね編み方も縦編みになってるんでより伸びにくい 3% 台っていう超低深度になってます。低深度なんでめちゃめちゃ高感度なんですよ。円とした先でイカパンチがあったりしたら、もちろん糸張ってりゃ分かるんですけど、張ってなくてもちょっとこう糸をたるませたフリーフォールとか風で糸がたわんでる状態でも手元にしっかり感じるぐらいの超高感度になってます。でしかもね僕結構感じるのが、エギを深く沈めた時に深く沈めてこうしゃくった時のダイレクト感がね僕はかなり感じる。今までの P ラインが伸びるってわけじゃないんですけど、よりダイレクトな感じがしてます。ただその低深度超低深度がゆえに急激なショックに対してちょっと弱い可能性があります。なのでそこはね、注意して使っていただければいいかなと思います。僕はねその超低深度で何かトラブルってことは一切ないんですけど、一応そういった可能性があるよってことだけ押さえておいてください。なんか触ったかもしれん。もう今糸にも一切反応が出なかったけど、手元にね
トンってすごい優しく感じた。怪しいよね。うわ、触った。うわー、いる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 。今持ってったじゃん。最初に当たったかもしれんって言ったのあったじゃないですか。もう糸ずっと見てたんですけど、糸には本当に変化出なくて、手元になんかほんとトンって感じたんですよ。なんか触ったかもしれんって言ってからちょっと小さめにしゃくって、で待ってたら風でたわんだラインがスーって吸い込まれてって、これは持ってったと思って合わせたら抜けちゃいました。でもそのトンっていう当たりを取れたのは多分 X9 の低振動高感度による感度ですね。それがなかったら多分僕気づかなかったと思う。さあ堤防から打って変わって磯にやってきました。比較的ね歩きやすい磯なんで、ちょっと軽装備でこんな磯でイカを狙っていきましょう。こういったね磯来る場合は足元めちゃめちゃ大事なんで、スパイクシューズ、フェルトスパイク等々ね、足元しっかり滑らない靴を選んでください。今回ねライフジャケットをこちら腰巻きタイプ使ってるんですけど、通常はねフローティングタイプ、浮力体のタイプの方がより良い。なのでね大きい磯であったりとかちょっと激しい地磯行く場合は必ず浮力体のあるゲームベストを使ってください。ここはね今目の前水道になってるんで、ここがイカの通り道になるはず。絶対にここで通りかかるはずなんで、それを狙い撃っていきましょう。潮はねゆったり流れてますね。ゆったり流れている。釣れそうだな、アローライトになって。さっきまで堤防と今ここの磯のタックルの違いは、僕はねリーダーだけです。さっきまで堤防は、2号でやってたんですけど、今 2.5 号です。正直ね3号でもいいです。3号でもいいぐらい。やっぱねこうボトムが堤防に比べるとゴツゴツしていたりとかねずれのリスクが高まるので、その分はリーダーでカバーしてあげる。メインライン P そのものは変わらず 0.6 号、エギングマックスパワー PX9 の 0.6 号です。リーダーの長さは矢引きで一ひらの半分で、それ以上長く取るとちょっと投げづらくなってくるんで、あんまり長く取りすぎない。でボトムをこう引っ張るわけではないので、ボトムよりちょっと浮かしたところを引いてくるイメージなんで、矢引きあればだいたい7、80センチぐらいあれば十分ですね。この場所は産卵場っていうよりも産卵場にアオリイカが行くための通り道のポイントなんですよ。そういった場所ではね意外とねしゃくりはね大きく強くて大丈夫です。春のエギングっていうとボトムをネチネチゆっくりゆったりしゃくるっていうのが一応セオリーとされてるんですけど、実はねそういうのは藻場とか産卵場所でのセオリーなんですよね。なのでこういった回遊ルートとなる場所は意外と強くしゃくってあげた方が食い気の立ってるイカに対しては効率的にアピールできる。ただどちらも藻場であってもこういった回遊ルートであっても糸だけはしっかり見て、糸の動きを常に注視して当たりを見極める。オッケー、きたー、気持ちいい。よーし、手前近いところで抱きましたね。いや正直ちょっとね半信半疑の合わせだったから、合わせというか半信半疑のやり取りになっちゃったからね、
ちょっとかっこ悪かったですけど、でも抱いてくれましたね。よし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 。よっしゃいった。うっしゃー、出たー。いいサイズ、グッドサイズ。キロちょいぐらいかな。結構重たい。いやー気持ちいい。出ましたね。今ね、なんかちょっと糸がねスーッと入ってったんですよ。でもすごい微妙な感じで、これ潮に引っ張られてるのとほんとそっくりな感じね。ほんと半信半疑って感じで、ちょっと聞いたらね重さ乗ってたって感じでしたね。やっぱね、しっかり見える糸、ちゃんと見える糸を使ってるのはね大事ですよね。これをね、今その変化を気づかなかったら、もしかしたらこいつ離してたかもしれないんで、糸のおかげで取れた一杯じゃないかな。気持ちいい。エギングマックスパワー PX9 はね、糸質がねちょっと張りがある糸なんで、めちゃめちゃねエギングに向いてる糸なんですよ。何が向いてるかっていうと、ちょっと張りがあるって言ったのは、これね、糸吹きを出す釣りにおいて、糸吹き出してると竿先にちょっとこうくるくるっとなったりとかしやすいんですけど、それがね張りがあることによってめちゃめちゃ少なくなってます。で、ライントラブルが非常に少ない。あとね、糸吹きを出すためにベールを返して糸をこうパラパラって出したりするんですけど、このパラパラも出やすいので、めちゃめちゃ糸受けのコントロールがしやすい、で扱いやすいんですよね。僕の場合、こういう堤防のエギング、一般的なこういう堤防のエギングの場合はほとんど06なんですけど、僕が住んでる地域独特のサーフエギングっていう文化があるんですけど、サーフエギングの場合は僕絶対08なんですよ。なんでかっていうと、06よりも08の方が水中に入れた時の抵抗が大きいんで、エギを上からこう糸で釣ってるような状態で釣りができるんですよ。それの何がいいかっていうと、サーフエギングって手前に来れば来るほどどんどん浅くなってって、かつキューブ化のサーフでやるんで、エギがね高く跳ね上がらないと、ブレークにゴリ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 エギをこすってるだけの釣りになっちゃうんで、なるべくエギを高く跳ね上げさせるためにちょっと太めの08を使います。あとはモバでエギングやる場合、かなり藻にねエギ引っかかるんですよ。で、引っかかっちゃったらもう引っ張って取るしかないので、藻に負けないだけの強度のある P ラインが必要となると08、それが僕の使い分けですかね。基本は06だけど、そういうちょっと特殊な状況に限って08。ショックリーダーはね、基本はこういう堤防だったら僕は2号。ただボトムがこう岩礁だったりして傷つきやすいとこだったら 2.5 号とか使ったりするんですけど、さっき言ったサーフエギングとか、あとモバの場合僕16ポンドとかです。16ポンドとか、もうサーフエギングの場合はその08を使ってもブレークにエギをゴリゴリこすってしまうようなこともあるんですよ。そうなるともうリーダーすぐボロボロになるんで、しゃくってる時にリーダーが切れるってことが起こるんで、そうならないために16ポンド。もうそういう時はもうシーバスショックリーダーフロード16ポンドです。さあ、ここからナイトエギングです。夜の堤防にねやってきましたんで、ここからね夜エギングやっていきます。基本的にねアオリイカ実は夜の方がね釣りやすいんですよ。夜行性というか夜に捕食することが多いので、日中出ましたが夜もさらに釣れるんじゃなかろうかということで堤防に来てます。日中のエギング、特に春はボトム付近を探ることが多いんですけど、これが夜になると途端にねイカが浮き出すことが多いんですよ。なので中層ぐらいをボトムに縛られずに中層あたりもガンガン泳がしていった方がいいですね。なので投げるたびに
泳がせてくる、しゃぐってくる棚を変えて探っていくと結構いい釣果に巡り合えますね。もう着水すぐに動かしてもいいぐらい。エギングマックスパー P はね、X8 も X9 もね白色ベースなんで、夜でも月明かりなんかでぼんやりとねライン見えますんで、すごいアドバンテージです。赤。よし、来た。よっしゃー。いいサイズ、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 いいサイズ。来たねー。おっしゃー、来たー。めちゃめちゃ横に走った。いや、もう X9 だからね、もう強度間違いないから、あとはしっかり耐えてゆっくり寄せてくれば大丈夫。いや気持ちいい。リーダーもねプレミアムだから、よし一回回してよっ、入ったー。おっしゃ、でかい、出た気持ちいい、マジででかい。2キロはあるね。でもね、このサイズでもね X9 よね、強度間違いないから糸信じてゆっくりやり取りして、やっぱ落ち着いてればね取れますから。でかい、最高。これがね春の親イカエギングもう笑っちゃうね、言葉が出てこないわ。今回ねこちらのエギングマックスパワー PX9 使わせてもらってエギングやったんですけど、もう最後のイカ本当に微妙な違和感からのこう竿先をね引き込むようなスーッという当たり、これね微妙な違和感から感じ取れたのはこの X9 の超低振動、それによるね効果かなと。本当にっていうような小さな違和感だったんでね、それを感じ取れたのは本当この糸のおかげかな。あとはねやっぱ高強度なんで、もう安心して、もちろんドラッグは使うんだけどもう安心してね、強度は大丈夫、糸はね絶対切れないっていうね自信を持ってやり取りできるんで、途中ねほんとイカがね横に走っちゃったんでちょっとドラッグ締めて少し強引に引っ張った瞬間もあったんですけどね、その時もやっぱその自信持ってやり取りできたのが最終的なキャッチにつながったと思います。もう大満足の一杯でしたね。いやーよかった、このライン巻いててよかった最高です